中級者以上ので強豪校であればあるほどなんかほとんどフットワークやってるような。そうですね、ほとんどフットワークやってますね。動いてるけど皆さんこんにちは。こんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチーとシャです。お願いしまよろしくおす。願いします。今日はですね、はいシャー君とはい。 2人でフットワークの動き方、初めて挑戦もしくは今フットワーク頑張ってやってる子たちが対象はい。か、もしくはフットワーク動きけないそうです。や苦手。苦手、ちょっとなかなかフットワークお前足やったことないとか言われちゃう。もうなんかやっぱフットワークやってる人ほど強いかな。そうですね。だって中級者以上だともうフットワークしかやってなくないですか、ぶっちゃけ、やっぱり練習もうぶっちゃけサーブの練習もするし、レシーブの練習もするけど、その後に絶対フットワークがついてくるっていうのはイメージとしてありますね。もうフットワークするイコールフォアハンドの動きだけでしょっていうイメージがあるじゃないですか。そうですね。でもフットワークするとなんかバックハンドのこういう動きもうん。速くなりますし、まあそうですねレシーブの入りが入るなんかレシーブミスも減るし、サーブの戻りとかもうん。速くなるんで、結局サーブ3球目の点も取りやすくなったりとか、うんいろんなことがそうですよ。いいできる打ち方を学んだりされた時に、はいそれを再現するためにはやっぱりフットワークが絶対必要になってくるっていう感じですよね。フットワークの動き方をはい。私とシャークで2人でやったので、見ていただけたらと思います。はいお願いします。お願いします。フットワークをやるにはですね、まずスタンスが大事なんですけど、スタンスはまず肩幅よりも広く取っていただく。自分の肩幅よりも広く。で、左足が一足分前の状態でフットワークを、フットワークはこうしないと、フットワークの動きが、やりづらくなりますので、この肩幅でやってください。久しぶり。フットワークをですね、こう実際こう効率よくこう動かすためにはですね、この移動の遠い方の足から動くようにすると動けるようになります。例えばフォアに来た時に、フォアにこう来た時に左足から先に動いてフットワークで、こっち来た時はで次こっち来るんですよ。でこっち来た時は遠い方なので右足を先に動かしてフットワークで、またこっちフォア来るじゃん。フォア来る時を右足でやると動けなくなっちゃうので、遠い方の左足を先に動かしてフットワーク。はい。で、またこっち来た時は左足でやっちゃうとフットワークできないので、こっち来た時は右足を先に遠い方の右足を動かしてフットワーク。はい。遠い方の足から動くようにすると動けるようになります。で、またこっちフォア来るじゃん。フォア来る時を右足でやると動けなくなっちゃうので、遠い方の左足を先に動かしてフットワーク。はい。で、またこっち来た時は左足でやっちゃうとフットワークできないので、こっち来た時は右足を先に遠い方の右足を動かしてフットワーク。はい。じゃあちょっとシャークちょっとゆっくり、はい、遠い方の足から動く感じで、じゃあこことちょっとゆっくりお願いします。じゃあここ遠い方の足動いてるかな、先に遠い方の足から動く、遠い方の足から動く、遠い方の足、はい、これがこう今みたいに近い方から動こうとすると逆に動けなくこうなってフットワークできないので、今みたいにフットワークできないです。なのでフォアに来た時に左足から右足左足左足右足左足右足左足右足
左足、右足、左足から動いて、右足から動いて、左足から動いて、右足から動いて、左足、右足、左足、右足、左足入って、で、右足入って、左足入って、右足入って、左足入って、右足入って。で大事なのはですね、動きながらこうやると威力のある球とか出せなくなるので、ですね、動いて止まって打つ、動いて止まって打つ、こういう感じでやると悪い例、よくある動く、そのまま動け、これだと強く止まらないで動きまくる感じだと最初こうやっちゃうんですけど、これだとドライブとか強く打てないんですよ。ずーっと止まらないなんか止まってる、一回止まってから打つ、一回動いて止まって打つ、はい、こういう感じです。一回止まって打つ、でこれでやることでドライブなんか止まってる、一回止まってから打つ、一回動いて止まって打つ、はい、こういう感じです。一回止まって打つ、でこれでやることでドライブこうやってですね、一回止まってから打つってやるとドライブのためる時間ができるので、威力のあるフットワーク動きながらドライブが出せる。なかなか動けない人がやっぱなかなかフットワークのこの足に根っこが生えてる方も非常に多くて、やっぱフットワークといってもやっぱこうやってサボっちゃう足に根っこがこう生えて動けない人もいると思います。動いてるけどみたいな。でこういった方はですね、おすすめが足の一歩を普段よりもちょっと大きく一歩をですねこう大きく出すイメージでやると、そうすると足の根っこが外れます。じゃあちょっとやってみます。ちょっといつもよりも大きく動いてる、大きく一歩、はい、ありがとうございます。だから普段よりも一歩の足の幅がちょっとだけだとサボっちゃうんですよ。ちょっとだけだとこうやって手で調整しちゃうんで、いつまでたっても動けないです。でもちょっと足の一歩をちょっと大きくするとこうやって勝手に体がですね動くようになります。これ結構講習会でもよく足に根っこが生えてる選手とか、あとフットワークが苦手な選手にちょっと一歩大きめに取ってみてって言ったら結構動けるようになったんで、大きめに取ると膝が勝手に折れる、こう膝が折れるのでスタンバイ状態になるので、この状態になるのでフットワークが前傾姿勢にもなるし、こう足が、サスペンションみたいな動きでこうフットワークが自然にできる。私とやすんが現役バリバリの時に必ず毎日まず最初にやっていたフットワークのメニューっていうのがありまして、もう私も講習会でみんなが足が動かない人が強制的に足が勝手に動くようになる夢のような練習があります。でしかも内容がシンプルなので、誰でもできる内容。それはフォア1本送ってもらう、そしてバックに1本、ゆっくり1本ずつ端と端で相手にゆっくり送ってもらって、それを1本ずつゆっくりフォアで動いてから打つ、大きく動いてから打つっていう感じ。これで打つとここで打つと足にね1本ずつ端と端でやるとサボれない。でしかもさっき言ったフットワークをこう大きく足を運ぶ動きができるので、フットワークの動き全体が大きく速く動けるように、前面で大きく速く動けるようになります。なのでゆっくりでいいです。フォア打ちでいいので、ドライブじゃなくていいです。フォア打ちでゆっくりちょっと山のフォア打ち、ちょっと山なりのフォア打ちでゆっくり、私も休むもゆっくりやります。
速いドライブしてですでこれで50回60回これめっちゃしんどいです。これ 3,4 分やるだけでめちゃくちゃしんどくなるんですけど、これを私と休むフォア主戦の私たちをレシーブの入りも速くなるのでレシーブミスとかも減りますし、全体的な卓球の動きが速くなって取れない球が取れるようになったりとかドライブする時間も増えたりとかする感じになります。でこれだと大きく速く動く足の動きがしっかり覚えられるのでフットワークを覚えるにもめっちゃいいです。やっぱこういう練習って相手がいないと難しいじゃんってなるじゃないですか。相手が回すの上手くないとっていうんですけど、ただもう相手もフットワークする人も回す人も最初はもうゆっくりやってください。思いやりのフットワークが大事です。ゆっくり返すゆっくり返すゆっくり返す。ブロックの人フォアでブロックでまずは自分のブロックする人はやりやすい方でいいです。バックが止めるの得意な人だったらバックからゆっくり回すゆっくりで、フォア止める人が得意だったらフォアの方でゆっくり回す。得意な方でしっかり回してあげる。でフットワークする人も最初はゆっくりちゃんとフットワークはまずもう10回20回30回40回ってこう続けるようにやらないとフットワークって練習にならないので、まずは続ける。できるようになってからリズムを速くしていくとかドライブに変えていくとかそういう感じでやるといいフットワーク、質の高いフットワークができます。でどうしてもこれでもできないっていう方は多球練習という球をたくさん使ったやつでも同じような効果が出せるし、多球だと自分のミスがカウントされない、ずっとボールが永遠に返ってくるのでより疲れると。なのでできたら多球でフットワークをやっても、今日のメニューは多球練習でやるとさらに効果が出やすいので、両方でやるといいかなと思います。こうやって例え例えばぱい打てるリチさんうまいから入ってるけど、これが入らなくてもずっとフットワークできるんですよ。確かにこれがこうなってそう、もちろん入れてほしいところではあるけどでも疲れました。今のねで最初はですねフットワークやってる時飛ぶようにやった方がいいです。最初は動きを早く覚えたいので飛ぶようにもう飛ぶように動いてでフットワークが100回以上続くようになるまでは動きを早く覚えるっていうためにぴょんぴょんしながら全力でやってほしいんですけど、100回続いた。そしたら今度はですねだんだんと目線を動かないように、さっきまでぴょん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 フットワークぴょんぴょんフットワークもう一回いきますよ。ぴょん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 できるようになったら目線を結構一定動かないままでこのままでフットワークやってもらう。ちょっと動きがさっきよりも激しくない。上級者はぴょんぴょんしてないです。このままフットワークなんつうんだろうな、足がなんか床に張り付いてるような感覚のフットワーク。フットワークと矛盾してるけどくっついてる。それは最初初心者の方がくっつくようにやるとフットワークできなくなっちゃうのでレベル上がった時にちょっと目線をそういった状態でだから両ハンドが振りやすい。両ハンドがですねこういう状態だとちょっとこっち来てもらって急に来てもこうやってそんな姿勢変えずにピョンピョンしてるとバック振れないし次間に合わないのでピョンピョンやってるんですか。ピョンピョンやってるバック来てもらっていいですか。ピョンピョンやってるとこうなるので、なので結果的にはこういう状態ピョンピョンしないピョンピョンしないでも動いてる。こう目線がちゃんとぴょんぴょんはこうぴょんぴょん威力ちょっとぴょんぴょんあんま出ないです。
難しいですよね、フットワークってね、説明するのが。そもそもが。そうなんですよ。どうやって動いてるのって意外とこう聞かれるとなんか無意識に結構ね。そうですね、はい動いてる後々こうやって動いてたなっていう実感はあるんですけど、今どうやって動いてるって聞かれてもちょっとすぐには出てこない、やっぱり感覚的に出てこないんで、まあでも初心者初級者のうちはやっぱりすごいめちゃくちゃ遠いところにボールが来ることは少ないと思うんで、はまあ近い、ボールとか、いは一歩でカバーできるところをしっかりカバーできればとりあえずいいんじゃないかなっていう感じが、こっち側い。なるほどなるほど。ここうですね、はいこっち側で、う一本ずつ。はい、半面もうこっち側で、半面とか。そうです、もうだからどこ向こう側は、これぐらいの間だったらどこ返してもいいっていうなるほどなるほ感じのフットワークをやって、ど。いいですね。ランダムってことですよね。まあこっちでごめんなさい、カメラ邪魔ですね。カメラ邪魔です。こういうことですね。はい、そうですね。はい。なるほど、ランダム。はいはっていうのが、まあ、2つ目でい。じゃあやっぱランダムもは必要ってことですよね。そうですね、はい。最初はこう規則正しくもちろん最初は決ままったところやらなきゃいけないんですけ100ど、回ぐらい続くんだったらこう反面ランダムで、私もランダム大好きだったんでまあこれはちょっとレベル高いんですけど、とりあえずこれをやっていやでものといいですよ、目指すはそこで。はい。最後はもうあれですね、もう全面ああ、私も社会人の最初だけ全面をまあできるだけオールフォアで打つっていうのがランダム。そうですね、はい。なるべくちょっと全面でクリーニング。いやーこれ中学校の練習きつい。きついですけどね。だからまあレベル私だったら逆にそういう時もあればはい。ちょっと今動けなくなって3分の2とかしてます。そうですね。はい。その3分の2のオールバックオールフォアでですね。だかはらそこのもうレベルでにしてい。やればいい反と思うんで面、ランダムもあれば3分の2はい。全面やっぱ全面が一番難しいよね。まあこれは中学生のは1年生、2年生、はい3年生の中でずっとやってたことなんで、まあまいはいあ卓球始めて1年か2年後ぐらいのメニューって考えてもらえれば、ああいやー初期はもうこれですよ。でっていうこれとかこれとかあこうやってこうやってこうやってっていう、もうひたすら、それも一回やってもらっていいですか。なんか一本そうですね、これだけも一回こなんだ一番うなんだろう卓球始めてよその場でとかっていうので、はまあこういってこういっていっていう意味ですよね。こういってありがとうございます。はい。っていうはいもうベースだ。でも決まったところ、簡単ですよね。そうですね、決まったところで動くっていうところはやっぱり一番最初はやっぱりこうどこに出してもいいよっていうのを打つのすごい難しいんで、まずは決まったところをこうしっかり続けれるっていうのをとにかく一番やらされたなっていう記憶がありますね。その練習嫌いだったんですけど練習嫌いだね。でもこれだったらね、嫌でもさ、やらなくちゃいけないもんね。もうやらざるを得ないね、今のメニューだったらね、もうサボれないね。サボれないですね。サボれない。はいありがとうございます。やばい。やべえ、言ってるね。動いてるけど、左足、右足、
左足右足左足右足左足から動いて右足から動いて左足から動いて。なるほど。これをまあドライブですね。ああ、なるほど。まあドライブです。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。